皆さん、こんにちは。最近すっかり本離れしてしまっているあなたに、タイパ最強、話題の本が18分でわかる、要約解説をお届けします。今回は、超絶面白いと評判の2024年本屋大賞や紀ノベス、紀ノ国屋書店第1位など、18巻を達成した大注目の小説、成瀬は天下を取りに行くの魅力を余すところなくお伝えします。話題の本の内容をサクッと知りたい。忙しくて読む時間がないけれど、感動は味わいたい。なぜこの本はそんなに評価がいいの？そんなあなたにぴったりの内容となっていますので、ぜひ最後までお楽しみください。さて、皆さんは最近、こんなことを感じていませんか？周りの目が気になってしまう。他人の評価に左右されてしまう。やりたいことがあるのに、踏み出せない。そんな現代人の悩みを吹き飛ばしてくれる一冊が、この、成瀬は天下を取りに行くです。この動画を最後まで見ると、皆さんは、1、主人公、成瀬あかりの正体不明の魅力が理解できます。2、なぜ、全国の書店員がこぞって推したのか、その理由がわかります。3、実際の読者から寄せられた感動の声を聞くことで、この本があなたにもたらす変化が想像できます。4、そして明日から、成瀬のように生きるためのヒントを3つ得られます。では、早速始めましょう。第1章、読者レビュー紹介&世間の反応。まずは、圧倒的な支持を得ているこの作品には、どのような感想が寄せられているのか、実際にこの本を読んだ人たちの声を聞いてみましょう。まず、笑いが止まらないという反応。電車の中で読んで失敗した。笑いをこらえるのに必死。周りから変な目で見られました。成瀬のキャラが強烈すぎる。こんな友達が欲しかった。一気読みしてしまった。ページをめくる手が止まりません。このように、エンタメ性が猛烈に面白いという感想が圧倒的に多いです。次に、人生が変わったという感動系の反応。読み終わった後の爽快感がすごい。明日からも頑張ろうと思えた。周りの目を気にして縮こまっていた自分が馬鹿らしくなった。主人公のように生きたいと思わせてくれた数少ない小説。つまり、単なる娯楽作品ではなく、人生に前向きな変化をもたらすという効果があるのです。そして、地元愛が湧き起こる反応。滋賀県民じゃないのに、西武大津店に行きたくなった。大津市の平和堂のテーマソングが脳内で再生されます。この本を読んだら、地元を好きになりました。驚くことに、滋賀県大津市というローカルな舞台が逆に全国で愛されるようになったという効果も生んでいるのです。すべてのレビューに共通しているのは、こうです。読んだ後、何かが変わった。それは、必ずしも人生が大きく変わったということではありません。でも、心の奥底にある、やりたかったけど、踏み出せなかったことに対する、わずかな勇気が、心の中に灯った。そういった小さな変化が、実は、人生を大きく動かしていくのです。第2章、人気の理由&本屋大賞受賞の背景。では、この本の何がそこまで売れたのかについて、お話しします。成瀬は天下を取りに行くは、2024年、全国530の書店から投票された第21回本屋大賞の大賞を受賞しました。本屋大賞は実際に本を読んだ書店員さんが自分たちの店で売りたいと投票する極めて信頼性の高い賞です。その投票数は驚くべきもの 525.5 点という圧倒的スコアで1位に輝き、その後も異例の18巻を獲得。発売からわずか1年で50万部を突破しました。なぜでしょうか？その理由は、次の3つのニーズが絶妙に噛み合っているからなのです。1つ目、笑えるというニーズ。成瀬あかりという主人公の予測不能で型破りな行動の数々。読むたびに思わず吹き出してしまうシーンが連続し、純粋に面白い物語として楽しめます。2つ目、生きる勇気が欲しいというニーズ。一方で、彼女の誰の目も気にせず、
自分の信じることをやりきるという姿勢に触れると、読後には不思議と前向きな気持ちになり、自分ももう少し自由に生きてみようと思わせてくれます。3つ目、老若男女問わず共感したいというニーズ。成瀬のそばには、親世代や地域の人たちなど、様々な立場の人物が登場します。年齢も性別も違う人たちが、最初は戸惑いながらも、次第に彼女のまっすぐさに心を動かされていく。その姿に、自分の過去や今の人間関係を重ね合わせることができるため、学生から社会人、親やシニア世代まで、誰もがどこか自分ごととして共感できる物語になっているのです。つまり、読むエナジードリンク、笑いながら読んでいるうちに、いつの間にか心が軽くなり、自分の人生にも少しだけ勇気が湧いてくる。それが、この本の最大の魅力なのです。コロナ禍で沈んでいた世間の気分を一気に吹き飛ばしてくれるような存在だったからこそ、これほどの支持を集めたのだと考えられます。第3章、物語の舞台&登場人物紹介。それでは、この物語の世界へ一緒に足を踏み入れましょう。舞台は、滋賀県大津市。滋賀県というと、ローカルというイメージを持つ方も多いかもしれませんが、この作品では、そのローカルさこそが大きな魅力になっています。大津市民憲章を本気で暗記するという謎の目標を立てたり、地元の百貨店、西武大津店が登場人物の心を大きく揺さぶったり、小説のあちこちに、滋賀県大津市だからこそ生まれたユニークな話が散りばめられているのです。そして、主人公、成瀬あかり、中学2年生の時点で、成績も良く、頭も良い。しかし、行動がずれている。200歳まで生きると、真顔で発言する女子中学生。常に、自分がやりたいことを最優先に考え、他人の評価はみじんも気にしない。その姿勢は、時に周囲を驚かせ、時に周囲を魅了します。そして、もう一人、重要な存在が幼馴染の島崎みゆき。成瀬の無茶ぶりにいつも振り回されている存在ですが、実は彼女の最大の理解者でもあります。成瀬の気候に冷静にツッコミを入れる島崎の存在が、読者である私たちの視点を代表しています。なんでそんなことするの？と思う私たちの気持ちと、島崎の反応がピタリと一致するからこそ、物語にぐんぐん引き込まれていくのです。第4章、要約ストーリー解説。それでは、この物語の核となるストーリーを詳しく解説していきます。事の始まりは、中学2年生の夏休み、2020年。コロナ禍という時代背景があります。主人公、成瀬あかりは、幼馴染の柴崎みゆきに、突然こう告げます。島崎、私はこの夏を西武に捧げようと思う。島崎は何を言っているのか、全く理解できません。その時、大津市のランドマークであった西武大津店が44年の歴史に幕を下ろそうとしていました。成瀬が思いついたのは、毎日、地元のローカルテレビ、グルリンワイドの中継に映ること。正確には、西武ライオンズのユニフォームを着て、テレビカメラの前に立つこと。閉店までの約1ヶ月間、彼女は毎日、そのお店に通いました。ローカルテレビの中継のバックに映り込もうとするために、はじめは、島崎も、バカだと思いました。でも、毎日、同じことを繰り返す、成瀬の姿を見ていると、次第に変わっていきます。もしかして、この子、本気なのかな？テレビを見ている地元の視聴者たちの間でも、あのユニフォームの女の子は誰だ？という密かな噂が生まれ始めます。最終的に大きく世間を騒がせるようなバズは起こりませんでした。でも、成瀬の周囲の人々、そして読んでいる私たちの心には、確かに何かが残りました。意味のないことに全力で取り組む。その姿勢、大人になると、私たちはこれをやって何になるのかと考えてしまいます。コスパ、タイパ。でも、成瀬は違う。やりたいからやる。その純粋さと潔さが
実は一番強いのです。時は流れ、成瀬は高校生になりました。今度は、また突然、こう宣言します。島崎、私はお笑いの頂点を目指そうと思う。また、と思う。島崎ですが、成瀬の熱量に押され、コンビ名、ゼゼから来ました、という意味を結成することになります。M1 グランプリ、日本のお笑い界で、最も権威のある大会です。漫才なんてやったこともない。素人のコンビが本気で挑戦することになるのです。ネタ合わせの場所は、スーパーのフードコート。周囲の目を一切気にすることなく、大きな声でボケとツッコミの練習をする、成瀬と島崎。周りから見たら、変な奴らかもしれません。でも、成瀬は全く気にしない。実際に M1 の予選会に出演する時も、シュールなネタを堂々と披露します。失敗して恥ずかしい思いをしないか？そんな心配は、成瀬の中には、みじんもないのです。ここに、成瀬のもう一つの強さが現れます。根拠のない自信を、行動力に変える力。合理的に考えれば、成功の見込みなんてない。でも、成瀬は動く。その瞬間、周囲の人間も巻き込まれ、一緒に動き始めるのです。成瀬の行動は、それだけにとどまりません。高校1年生の入学式には、なんと坊主頭で現れます。理由は、自分の髪が、どれだけの速さで伸びるのか、実験したいという、意味不明なもの。でも、その実験に、真摯に取り組みます。そして、高校3年生の夏祭りでは、地元の甲州音頭という踊りの司会を務めることになります。成瀬とゼゼからの漫才を見たい人たちが、大勢、お祭りに集まるようになるほど、彼女の存在は大きくなっていたのです。複数の語り手が登場し、それぞれが、成瀬を見る視点を語ります。成瀬のことが大好きな人もいれば、彼女の行動に戸惑う人もいる。でも、全員が、成瀬あかりというキャラクターの虜になっている。そのプロセスのすべてが、この物語の醍醐味なのです。第5章、成瀬のマインドセットに学ぶこと。さて、ここまで物語を追いながら、私たちが学ぶべきことは何でしょうか？実は、成瀬あかりというキャラクターは、現代を生きる私たちが、失ってしまったものを、そのまま体現しているのです。学びの1、遊び心の大切さ。成瀬は、西武大津店に毎日通う、M1 に挑戦する、自分の髪で実験をする、一見、意味のないこと。でも、その、無意味さの中に、生きる喜びを見出す力が、実は人生を豊かにするのです。大人は、すべてを、成果と、結果で測ろうとします。でも、成瀬は違う。やりたいかどうか、楽しいかどうかが、すべての判断基準です。学びの2、同調圧力に負けない心。島崎は、最初、成瀬の行動を、変だと思いました。周囲も、そう思ったでしょう。でも、成瀬は揺らがない。自分が正しいと思うことをやる。その信念が、結果的に周囲の人たちを動かし、感動させるのです。学びの3、他者の評価を気にしない力。SNS 時代、私たちは常に他人の目を意識しています。いいねの数に一喜一憂し、悪く思われたくないという恐怖に縛られています。でも、成瀬は自由です。他人にどう思われようと、関係ないという、本当の意味での自由を獲得しているのです。第6章、最終メッセージ&明日からのアクション。さて、この動画をここまで見てくださった皆さんに、最終的にお伝えしたいことは、一つです。成瀬あかりは、特別なスーパーヒーローではありません。彼女は、ただ、自分に嘘をついていないだけです。やりたいと思ったことを、やる。つまらないと感じたことを、つまらないという、他人がどう思おうと、知ったことではない。その、シンプルで潔い姿勢が、実は最強なのです。では、皆さんが明日からやるべきアクション。それは、たった一つ、成瀬のように、何か一つ、やりたかったことに挑戦してみる。それは、大きなことでなくて構いません。
あの場所に行きたかった。あのことに本気で取り組んでみたかった。あの人に本当のことを言ってみたかった。そういった小さなことでいいのです。その一歩が皆さんの人生を次のステップへ導いていくのだと思います。そして、もし皆さんがこの動画で少しでも興味が出たようであれば、ぜひ、成瀬は天下を取りに行くという本を手に取ってみてください。続編である、成瀬は信じた道を行くも、すでに発売されています。成瀬あかりの物語は、ここで終わりではなく、むしろ始まったばかり、大学生になった彼女が、どのような天下を目指すのか、その続きも、ぜひ追い続けてみてください。終わりに、本日は、成瀬は天下を取りに行くの、完全解説をお送りしました。いかがでしたでしょうか？ぜひコメント欄に、感想や、あなたが目指す、あなただけの天下を書いてください。皆さんのコメントが、次の動画制作の大きなモチベーションになります。このチャンネルでは、サクッとわかりやすい本の要約動画と、本当に役立つ知識を、ワンテーマで解説する動画を配信していきます。今のあなたの心にぴったりの一冊がきっと見つかる。そんなお手伝いができれば幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。では、またお会いしましょう。